この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。この前ですね、デスクトップを見ていたら、ちょっと見覚えのないファイルが出てきたんですよ。タイトルがね、腹減ったっていう。僕ですね、こんな絵を描いた覚えがなかったんですが、でもね、中身を見ると結構可愛く描けてるんですよ。はい。ちょっとね、形が適当なんですが、注射器を持った獣耳ナースですね。仕事中にね、お腹が減っちゃって、グーってね、お腹の音が鳴っちゃってる、おにぎりのことを考えているナースですね。かわいい。はい、ただですね、皆さんこんなことってないですか？ラフを描いたのはいいんだけど、でもこの絵仕上げるのめんどくさいな。きちんと線を整えて、色付けして、変なところを修正して、形を整えて、で、そこまでしたくないんだよな。でもツイッターには投稿したい。いや、でもな、このままツイッターに投稿しても、ラフのままだと微妙だし、いいねもあんまりつかなそう。うわー、なんとか楽して、もう楽してっていうか、なんならもう2、3分でこのラフの見た目をアップして、見栄えを良くできるような裏技ってないのかな？そんな風に思ったことある人、もしかしたら多いんじゃないですか？いい加減にしてくれませんか？そんなね、都合のいい方法があったらもう苦労しないんですよ。本当にね、もうそんな楽して絵をうまく見せようなんていう方法あるわけあるんです。はい。今日はですね、このラフを使って、なんと3分で見栄えがする絵にする方法をお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。パス化して塗りつぶす加工。まずね、最初に紹介する方法。これはですね、もう3分もかかりません。1分ぐらいでできちゃう方法です。ラフってね、なんでラフに見えるかっていうと、消しゴムで消したけど、うっすら残っている線とか、書き損じの線なんかが残っていますよね。だからそれがラフっぽく見えるっていうことがあると思います。でもこのやり方は、そんなうっすらとした線を消して、強制的に線をきれいに整えちゃうっていうやり方です。しかもね、一瞬です。まずこのレイヤーをコマンドプラスクリックして線の形の選択範囲を読み込みます。そしたらレイヤーではなくパスのウィンドウを開いてこの選択範囲をパスに変換します。このボタンですね。そうすると今まで選択範囲だったものがパスに変換されます。ものすごい高解像度だったり複雑な形の場合には少し変換に時間がかかりますが、ほとんどの場合は一瞬でパスに変換されると思います。アップにしてみると、ほら、こんな感じ。全部の線がパス化されているのがわかると思います。この状態でもう一度パスを選択範囲に変換します。このボタンですね。そしたら、新しいレイヤーを作って、好きな色で塗りつぶすだけ。はい。どうでしょう？アップにするとわかると思いますが、すべての線がシャープに、輪郭線がくっきりしちゃいました。消し忘れでうっすら残った線もなくなって、画面がすっきりしたような印象になると思います。まあね、手で描いたものに比べると少しね、線がちょっとぐにゃーっと意図しないような感じで曲がったようなニュアンスになっちゃったり、自分では描かないような強弱が線についてしまったりするので、線にね、こだわりがある場合にはこの手法は使えないんですが、これはこれで味だと思えば十分に線として使える見栄えに一瞬でなっちゃいましたよね。試しにね、いろいろなラフでこの手法を試してみるとすごく面白い結果が得られると思いますので、ぜひやってみてくださいね。線に色をつける加工。はい。次はですね、線はそのまま使うんですが、線自体に色をつけて全体的な印象をアップさせて完成に見えるような加工をしてしまうやり方です。まずはね、レイヤーの透明度ロックボタンを押して透明な部分に色が乗らない状態にしましょう。この動画では Photoshop を使っているんですが、違うソフトでも透明度ロックという概念はほとんどのソフトにあると思います。透明度のロックをかけたら、ボケ足のついたブラシを選択して線に色を乗せていってあげましょう。まずは1色。今回はピンクっぽい色を使って上から光のニュアンスを線に含めていきます。で、次に青系統の色を
選んで、今度は下半分に塗り込んでいきます。下にね、感触を置くことで、影のニュアンスや反射光のニュアンスを含めることができますね。で、このままでもいいですが、せっかくなのでもう一手間加えてみましょう。白い部分が多いと、どうしても未完成の絵という印象が強まってしまいますから、この線画を画面からはみ出るぐらい拡大しちゃいます。少し斜めに回転させてあげても、絵に動きが出たり、面白みが追加されることがあるので、少しだけ斜めにしてあげても効果的でしょう。で、最後にワンポイント。絵は画面の四隅の色を変更することで、さらに完成度が上がって見える場合があります。今は画面四隅の色が全部白色ですよね。これだとちょっとだけ絵の印象が単調に見えちゃって、まだ完成してないんじゃないって見ている人に思われる一つの要因になっちゃうんですよ。それを避けるために、ちょっと無理やりなんですが、画面上半分の部分に色を乗せていって見ちゃいます。例えばこうです。こんな風に下の背景のニュアンスを上にも適用して、ピンクから青にグラデーションする色面を作ってあげましょう。そうするとほら、全体で見た時にバランスの整った印象になり、確かに楽ではあるんですが、カラフルで見栄えのするイラストになっちゃうんです。これはね、色を塗るのがちょっと億劫な時に、パッと見た目を良くしたい場合には使えるテクニックだと思います。簡単に影をつける加工。次に紹介するのは、さっきよりも少しだけ手間がかかりますが、もうちょっとだけ凝った印象にすることができる手法です。手間がかかるって言っても、ほんのちょっとだけなので、誰にでもできるやり方だと思います。まずね、線画レイヤーとは別の新しいレイヤーを作ります。そしてそのレイヤーに、特に何色でもいいんですが、そんなに濃い色じゃない、うっすらとした色を選択してですね、こんな風にめちゃくちゃ大雑把に影を乗せていきます。大雑把な影と言いましたが、もう本当にね、大雑把でいいです。キャラクターとか背景とかあんまりかっちりと意識しなくていいので、画面の左から光が来ているんだから、右側は全部影になるじゃんぐらいの感じでね、あえてキャラクターからはみ出るように、って感じでね、ものすごく大きく影面を作っていってあげます。もうね、こんな適当でいいのっていうぐらい適当な影でしょ？はい。こんな感じです。そしたらね、ぐーって書き文字があるあたりにもジグザグって感じの文様を入れたり、あとその下にもぐーっていう音のニュアンスを表したような模様をつけたり、この辺はね、好きに飾ってあげてもいいです。星マークとか、あとは丸三角四角とか、簡単な賑やかしの模様を描いてもいいと思います。で、それでも寂しい時には、こんな風に文字を書いてあげてもいいでしょう。この絵のタイトル、自分ではね、全く記憶がなかったんですが、腹減ったっていうタイトルだったので、腹減ったっていう文字を書いてみることにしました。はい、こんな感じ。で、最後に少しだけ密度を持たせたいので、素材を使用します。この丸い点々模様ですね。これはドット柄とか、ハーフトーン柄っていう風に呼ばれますが、ネットでハーフトーン、素材とかで検索すると、フリーで使えるものがたくさん出てくると思いますので、それを使用してください。ハーフトーンを影のレイヤーの上にコピーしたら、影のレイヤーにクリッピングしてみましょう。そうすると、影の上だけにハーフトーンが適用された状態になりました。この状態で自由変形をかけて、好きな大きさまで拡大させてあげましょう。この場合には結構大きめのハーフトーンにすることで、可愛くてポップなニュアンスを表現しております。あまりね、ハーフトーンが濃すぎると、ちょっとね、ブツブツ感が気になってしまって気持ち悪く見えてしまう場合があるので、好みですが、レイヤーの透明度を上げるなどして、ブツブツ感を少しだけ弱めてあげましょう。はい、こんな感じで完成です。ラフな線にラフな影を乗せただけの簡単なイラストですが、これだけでもポストカードにしたら可愛い感じがしますよね。超お手軽ですけど、意外といい感じになるので、ご自分のイラストでも試してみてくださいね。グラデーションマップを使った加工。次に紹介するのは多分ですね、今日紹介する中でも最もお手軽で、しかも見栄えがガラッと変わる方法ですね。それがグラデーションマップを使って色をつけるというやり方です。やり方は簡単です。レイヤーメニューから新規調整レイヤー、グラデーションマップを選択します。
そして OK ボタンを押すと、このようにグラデーションマップのウィンドウが出てきます。そしたら、この長細い四角をクリックすると、グラデーションマップを編集する画面に移ります。このグラデーションマップは以前の動画でも詳しく説明したことがあるんですが、簡単に言うと、白と黒の階調によって、ここに割り当てた色を画面にマッピングするという方法です。今は一番左、黒の部分をピンクに、一番右の白を白に割り当てているので、こういう見た目になっているのですが、これの一番右の白の部分に、ピンクと同じぐらいの明るさのグレーを割り当ててみてください。色を細かく調整したい場合には、この色のついた小さい四角をクリックすると、色を変更することができます。ポイントは、一番左の色と右のグレーの明るさをほぼ同じにすること。そうすることによって、サイド対比が起こって、なんだかちょっとだけおしゃれな感じの絵にすることができるんです。場合によっては、この上に文字を載せてあげてもいいでしょう。さっきは手書きだったのですが、今回はテキストツールを使ってフォントを載せていってみましょうか。載せる文字は、さっきも腹減っただったので、今回も腹減ったにしたいと思います。腹減った。はい。載せてみました。どうです？本当に一瞬の出来事だったと思うんですが、なんかこう、おしゃれな感じの絵になっちゃったでしょ？はい。なんだか僕までお腹が空いてきた感じがしちゃいましたが、紹介するテクニックはね、もう一つなので、頑張ってついてきてくださいね。今紹介したものを組み合わせた加工。はい。最後に紹介するテクニックは、これまで紹介したテクニックを2つ組み合わせるというやり方です。それだと6分かかるじゃねえかっていうツッコミはあるかもしれませんが、そこはね、勘弁してください。だって2つ組み合わせると見た目が2倍良くなるんですからお得じゃないですか。まずはね、2つ目に紹介した線に色を塗ったパターン。これを使っていきます。この上にですね、最後に紹介したグラデーションマップ。これを組み合わせていってみます。さっき紹介したやり方でグラデーションマップの調整レイヤーを追加して色を編集してみましょう。今回は画面を反転させたような感じで明るい白の部分に暗いグレーを、そして暗い色の部分にサイドの高いピンクを割り当てます。そうするとこんな感じになりました。そしたらですね、今作ったグラデーションマップの調整レイヤーにレイヤーマスクを追加してマスクの部分を黒で塗りつぶして一旦非表示にしちゃいましょう。黒で塗りつぶしましたので、今のグラデーションマップでつけた色は一旦見えなくなってしまいましたが、このレイヤーマスクを白で塗ってみると、ほら、こんな感じで一部だけグラデーションマップの色を適用できますよね。これを利用してこんな風に絵の上の部分をざっくりと斜めに塗りつぶして、そして同じように下の部分も塗りつぶしてみちゃいます。はい。描いた部分が色が変わるのでとっても楽しいですよね。そしたら今作ったスペースにまた文字を書いていってみましょう。そのままレイヤーマスクを利用して白の部分には反転したグラデーションマップが適用されるように、グラデーションマップの部分には元々の絵が反映されるように白と黒を使い分けながらマスクを使って文字を書いていきます。腹減った。はい。いかがでしょうか？めちゃめちゃ簡単な手数だったと思うんですが、めちゃめちゃ見栄えが良くなったでしょ？もうラフだとは思いませんよね。はい。そしてね、書いてる途中にあまりにもお腹が空いたので、最後の A はおにぎり型にしてみちゃいました。はい。今ですね、僕、セブンイレブンの鮭おにぎりが食べたくてたまりません。この撮影の後に買いに行こうと思います。腹減った。ということでいかがだったでしょうか？今回はたった3分でかっこいい絵に、ラフを少しの手数でかっこよく見栄えのする絵にする方法をお伝えしてきました。今回はね、描くっていうよりも画面を作るっていうやり方を紹介してきましたが、やっぱりね、なんと言っても絵って描くのが楽しいよね。そういう人も多いと思います。とにかく絵を気持ちよく描きたい。気持ちよく描ける方法を教えてよ。そんな疑問にお答えした動画、伝授します。絵を気持ちよく描くコツがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。